幻の最終回モアがアニメ化され、完結後も多くのファンを魅了している僕のヒーローアカデミアファイナルファンブックで書き下ろされたエリちゃんが主役の後日談アイアムアヒーロー2も短編アニメ化されるということで、まだまだヒロアカブームは続いていくことでしょう。アニメ化10周年イヤーだから気合入っているよ。というわけで今回はアイアムアヒーロー2についての深掘りと、ファイナルファンブックでしか明かされていないUA教師たちのその後について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のリンクでファイナルファンブックを読んでから見てね。アイアムアヒーロー2とはモアの放送直後に解禁された情報で、ファイナルファンブックで描かれた成長したエリちゃんが UA を訪れるというエピソードが元になっています。ショートの祝賀会がヒーローチャート上半期で、エリちゃんが UA に来た時にテレビで下半期チャートのことをやってるから、このエピソードはモアから半年後ってことだよね。ヒロアカ時系列的にはモアから2つ描写があり、1つは半年後のアイアムアヒーロー2、もう1つはデクがカメラを持っていろいろな人を訪ねるスナップショットです。堀越先生はヒロアカ完結時の後書きで、モアでデクたちへのカメラを下ろし、キャラクターをドラマから解放すると綴られており、堀越先生がカメラを持って見守ったのはモアまでとされていました。しかしファイナルファンブックで再びエリちゃんにカメラを向けたことについて、描きたかったので描きました。モアに登場しなかったキャラたちがメインなので政府理論を学会に申請、現在審議中とのことで、堀越先生がカメラを向けたい相手はまだまだ多いのではないかと思われます。やりたいって言ってたレディー・ナガンのスピンオフもお願いします。この物語はマンダレイに引き取られ、コウタくんと家族になったエリちゃんが久々に UA を訪れるところから始まります。エリちゃんは UA には行かなかったんだね。デクに憧れヒーローを目指すコウタくんは UA に、ジローに憧れミュージシャンを目指すエリちゃんは普通の高校に通いながら、時折ジローや雷とセッションしながらクラスメートとバンドを組んで音楽活動をしているようです。お歌を聴くまでは死ねないな。そんなエリちゃんが UA を訪れたのはある理由がありました。初めての路上ライブを決行することに決めたエリちゃんは、ライブ前にデクのヒーロー復帰を祝おうと思い UA に訪れましたが、教師とヒーロー活動で多忙を極めるデクは早々に仕事を終わらせ、ショートやダイナマイトと共に街を飛び回っている様子がテレビ中継されていました。今やチャート4位で信楽を倒した英雄として称えられるデクはオールマイト並みの人気があり、エリちゃんの路上ライブにデクがいるとなると民衆がパニックになって、まともにライブできるわけがないと思ったエリちゃんはライブ前に UA に訪れ、デクにヒーロー復帰を祝いに来たというわけですね。ビルの上からチラチラ見ながら号泣して、ジロウちゃん困らせてそう。生き生きとした表情で街を飛び回るデクを見たエリちゃんは、私も頑張ろうと気合を入れ直し、初めての路上ライブへと決意をあらわにするというのがアイアムアヒーロー2のあらすじになります。実はこの読み切り、ファイナルファンブックで描かれた時は書き下ろし特別読み切りとしか書かれていませんでした。しかしアニメ化が発表された時はアイアムアヒーロー2とタイトルが付けられたのですが、これには深い意味があります。エリちゃんが音楽に目覚めるきっかけとなったオリジンは UA 文化祭でジロウたちが演奏したライブステージです。原作では当初乗り気ではなかったジロウがクラスメートたちからの後押しもあり、雷、ヤオモモ、常闇、爆豪と A バンドを結成。ライブのためにオリジナルの楽曲を作るジロウの苦悩がダイジェスト的に描かれており、A 組全員が一丸となったパフォーマンスは UA 生だけでなく心に深い傷を負ったエリちゃんの闇すらも払いのけました。しかし漫画紙面では音楽を表現することが難しく、堀越先生の魂がこもったジロウたちの表情だけで感動を巻き起こしましたが、アニメではこの回のためだけにオリジナル楽曲が作られ、ヒーロー2と名付けられたその曲は YouTube で1億再生を超えています。めちゃくちゃ感動するいい曲なんだよね。この曲は物語上ではジロウが作詞作曲を一人で担当し、ヒーローと音楽の道で迷っていた彼女の心境をまっすぐに表現した歌詞になっており、強いだけがヒーローじゃない、誰でも誰かのヒーローになれるんだという思いが込められています。この歌詞の内容はヒロアカが最終的に導き出した誰かは誰かのヒーローという結論を示唆しており、コミックス19巻という物語中盤にもかかわらず、すでに物語の結末を謳っていたということになりますよね。
堀越先生、どこまで先を見越していたんだ。ヒーロー2はジロウの心情を歌っており、そしてヒロアカ全体のテーマでもあると私も思っていたのですが、エリちゃんの成長した姿を見てから見返すとまた違った側面が見えてきます。 YouTube で視聴できるヒーロー2のミュージックビデオは字幕機能をオンにすると日本語訳された歌詞が表示されます。これは自動翻訳ではなくヒロアカ公式が追記した日本語訳なのですが、エリちゃんが映ったシーンすべてでみんなを最高の笑顔にするのがヒーローだという歌詞が当てられています。この瞬間こそがエリちゃんのオリジンであり、アニメ化された時には書き下ろしでは描かれなかった路上ライブのシーンがアニメ化される可能性が高く、エリちゃんがヒーロー2を歌うシーンが見れるのかもしれませんね。ページ数的に5ページくらいしかないから、演奏シーンを追加して5分くらいの短編アニメになりそうだね。ここからは8年後の遊泳教師たちについて見ていきましょう。相沢先生はあんまり変わってないね。髪が短くなっているものの定期的に切っているだけで特に意味はなく、今も厳しく生徒やデク先生を指導しているのですが、デクから見たら優しく甘い先生だと映っているようですね。相沢先生、結婚はしてないのかな。求婚されまくっていたミスジョークとは未だに付き合いがあるようですが、デクも一緒にドタバタに巻き込まれているもののあまり進展はしてないようですね。エリちゃんが娘みたいなもんだし、マンダレイさんはどうですか。次はプレゼントマイクです。遊泳教師をしながらヒーローチャートも上位をキープ、イベントやラジオもこなしつつエリちゃんのギターに興味を示しているところを見ると音楽活動もしているのかもしれませんね。本当の超人はマイクだろ。次はオールマイトです。70歳近いオールマイトですが、まだまだ元気な様子を見せており、今では遊泳高校の教頭を務めているようですね。新米教師だった頃のオールマイトが懐かしいよ。教員生活の他にもエンデバーとともにヴィラン犯罪に巻き込まれた人たちへの援助活動も積極的に行っているようで、今でも人々の希望として日々を過ごしているようですね。エンデバーと親友みたいになってるのが嬉しいね。次はセメントスです。紫外線最強のセメントスですが、彼もまだ遊泳教師として勤務しているようですね。セメントスもちょっと年取った感じだよね。実は13号と同期で相沢やマイクの後輩というセメントス、年齢的には30代半ばだと思われますが、第二次決戦時と比べると肌の張りが違って見えるのが堀越先生の技量の高さを表していますよね。四角い豆腐人間なのにちょっと年取ったように見えるのがすごいよね。次は13号です。13号もまだ遊泳教師として勤めており、災害救助訓練を目的とした USJ を大幅リニューアル。嘘の災害や事故、ただしどんな時もライフを思って、通称 USJTDL に名前を変更するも、生徒たちは相変わらず USJ と呼んでいるようですね。飲み会でオールマイトと約束した屋久杉旅行は実現したのかな。次はスナイプ先生と行きたいところですが、なんとスナイプ先生、読み切りに登場しているにもかかわらずファンブックに掲載されないという仕打ちを受けており、遊泳教師は続けているものの8年後の詳細は全くわからない状態となっています。スナイプ先生、ヒロアカの読み切り版でもメインキャラクターだったのに扱いひどすぎない。スライディン号ですら掲載されてるのに。次はエクトプラズムです。読み切りには登場しないものの今も遊泳教師を務めているエクトプラズム、第二次決戦で不足するマンパワーを分身で無理やり乗り切ったことで個性が磨かれ、さらに分身の数が増えたようで定期的に開催される一人大コーラスは遊泳名物になっているようですね。怖い見た目だけど酔ったら歌いまくる愉快なおっさんなんだよね。次はパワーローダーです。サポート科の教師として未だ現役のパワーローダーは天才発明家、初音メイを育てた師範として世界中から尊敬されており、本人は初音に振り回されていただけなので嫌がっているものの、初音メイ本人が公の場で発言してしまっているので紛れもない事実として世間に認知されてしまっているようです。明らかに浮いていた初音ちゃんに最後まで寄り添った恩師だから本気で尊敬しているんだろうね。次はブラドキングです。相沢先生の永遠のライバルとして B 組の担任を務めていたブラド先生、今でも遊泳の教壇に立ち熱い指導をしているようですが、卒業生のモノマたちとは未だ交流があるようでのみ仲間として親睦を深めているようです。モノマって問題児っぽかったけど
グラド先生大好きだったから、卒業しても可愛いんだろうね。次はハウンドドッグです。UA の狂犬生活指導教師として君臨し、全生徒から恐れられていたハウンドドッグですが、現在では UA 教師を退職しており、ドッグランオーナーとして第二の人生を謳歌しているようです。しつけ教室やらせたら世界一取れそう。次はネズ校長です。世界的偉人、そしてリカバリーガールと同世代のネズ校長ですが、未だ UA の校長を務めているようで、平和になった今でも次世代のヒーローたちの道しるべになっています。ネズ校長の過去とか闇とか全然語られなかったけど、最初から最後まで偉人すぎたよね。っていうか今何歳なんだろう。最後はミッドナイトです。全面戦争でギガントマキアを止めるために尽力するも力尽き命を落としたミッドナイト。もともとマウントレディと一緒にメディアに出ていた彼女は没後もたびたび特集を組まれるなどしており、今でも好きなヒーローに名前が挙げられるなど、ミッドナイトの意志は若い世代に受け継がれています。デク先生の担当教科もミッドナイトのヒーロー史を引き継いでるみたいだし、これからもずっと語り継がれていくんだろうね。ということで今回はI am a hero to と8年後の UA 教師について深掘りしてきましたが、いかがだったでしょうか。あなたの感想や考察をコメント欄で教えてね。いいねとチャンネル登録、ハイプもしてくれると励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ